ご理解第21節。信心せよ。信心とは我が心が神に向かうのを信心というのじゃ。神徳の中におっても、氏子に信なければおかげはなし。カンテラに油いっぱいあっても、信がなければ火が灯らず。火が灯らねば世は闇なり。信心なければ世界が闇なり。信は力なり。力は光なり。信により人が助かり、光は世を潤す。現世、まさに世界が闇なりの様相を感ずる。暗夜にも等しい今の時代に、真の力を持て、光を持て、社会に奉仕しよう。信心せよ。信心とは我が心が神に向かうのを信心というのじゃ。氏子に信なければの信を得るには、すべてのことをすべて神に祈り、神に任せることから信が生まれる。我が心が神に向かうとはそのようなことである。師匠がここで教えておられます。すべてのことをすべて神に祈り、神に任せることから信が生まれる。とおっしゃっておられます。すべてのことを神様に祈り、神様に任せる信心。すべてのことを神様に祈るというところが大切だと思いますね。すべてのことをすべて神に祈り。意外と神様に祈っていないことに気づかされますね。自分の大事なことというのでしょうか。これを叶えてほしいとか、こうあってほしい、ああってほしいとか、その願い事がありますね。その願い事のある一部のところ、ここはどうでも神様のおかげをいただかねばとか、例えば商売が繁盛いたしますようにということは願っておるけれども、今自動車を運転している。そして例えばブレーキを踏むときに神様にお願いしているか。お願いしていませんね。とっさにブレーキを自分で踏むというようなことでしょうか。何かをしているときには自分で勝手にしております。そして困ったなと思ったときに、困ったことができたときだけ神様にお願いしております。といったような、そういう私どもではないでしょうかね。師匠がここで教えてくださる。すべてのことをすべて神に祈りという信心姿勢になることを教えておられると思いますね。師匠はそれこそ箸の上げ下ろしに至るまで神様のおかげをいただかなければ、神様のお許しをいただかなければと教えてくださいます。ご飯を食べる、茶碗を持つ、箸を持つ、動かす、そこに至るまで神様に祈る、お願いをする、そしてお許しをいただきさせていただくという信心姿勢ということではないでしょうかね。これほど死に徹底して神様に向かうことができたら、なるほどお得も受けようと思われますね。神様を使うと言いますけれども、自分の都合のいい時だけ神様を使っている。そうではなく、四六時中何をするでも、いつ何時でも神様を使う。使えれる。また神様が何というのでしょうかね、使われてくださる。そういう信心をさせていただきたいものですね。そのためにはまず私どもが、例えば
この度のコロナウイルスのパンデミックですか。これを教会に当てはめれば神前撤去だと言われますが、その神前撤去で教祖様の場合は天地書きつけが生まれましたね。では教会においてその神前撤去から、この度の神前撤去から何が生まれたか、何が生み出されたかということが大切だと思いますね。これは私どもの生活においても、この度の神前撤去にも等しい新型コロナウイルスのパンデミックから何が生み出せたか、何が生み出されたか、私ははっきりしましたのは、これは私においてですけれども、それは師匠の祈り、天地金の神様の祈り、あるいは池上金光大臣様の祈りへの確信であり、その祈りが成り行きとなって現れてくる、その成り行きへの確信ということだと今は思っております。それが生み出されたような感じがいたしますね。そしてそこにそれを言葉で表すならば、成り行きを尊び大切にする、師匠は成り行きを尊び受ける生き方を学びてとはの命とぞせんと教えてくださいましたが、成り行きを尊び大切に受ける生き方を学びてとはの命とぞする。これがこの度私が学ばせていただいたというのか、私の中に新たに生まれてきたものだと、そんな感じがいたしますね。今朝は不思議なお夢をいただきました。それはある方がお国替えされているのです。二代親先生のような感じでした。今日いただきますのはその一つに、人としては悲しい、人に対しては悲しみよ、しかし神様に対してはお礼をといただきましたと、同時にその何かご葬儀の御用に駆けつけようとしているのですけれども、その時に普段ではとてもいただけないような特別なおかげをいただいてご葬儀に駆けつけるというようなお夢でした。そこに思わされますことは、神様の御用に立つ、神様のお役に立ちたいというそこには、それこそ奇跡とも思えれるようなおかげをいただけれるということもまた教えていただいたように思います。これはやはり神様への絶対信であり、その現れである成り行きへの絶対信、それが生み出されなければならないということだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。